19戦19勝無敗。そのうち19試合全てがノックアウトか1本。判定はただの一度もない。ライジンフェザー級の絶対王者ラジャブ・アリシケイ・ドラエフ。異名はキルギスの犬足。武田浩二、アーチュレッタ、クレベル小池、そして朝倉未来。日本のリングに立った強豪を彼はことごとく葬ってきた。9月10日京セラドーム大阪。この無敗の怪物が PFL 最強 AJ マッキーと史上初の2団体王座統一戦に臨む。しかしこの男がキルギスの山でワシと走り棒に釘を打って狼と戦おうとした少年だったことを知る人は少ない。今回はこの動画さえ見れば全てわかる。生い立ちからライジン参戦前の海外での試合も含めた全19戦、そしてファイトスタイルまで完全に振り返る。全試合フィニッシュの怪物の正体を最後まで見届けてほしい。それでは行きましょう。まずは彼が何者なのかをおさらいしよう。ラジャブ・アリシケイ・ドラエフ。2000年10月11日生まれの25歳。キルギスの首都ビシュケクを拠点とし、生まれはタジキスタンとの国境に近い小さな村だ。身長170センチ、リーチ174センチ、フェザー級。戦績はプロ19戦19勝無敗。ノックアウトが7、一本が12、判定は0。全ての試合をフィニッシュで終わらせている。異名はキルギスの犬足。空高くから獲物を仕留める猛禽になぞらえた恐るべき二つ名だ。その原点はキルギスの大自然の中にあった。彼の物語はキルギスの実家から始まる。父と兄弟たちと暮らす家で4人兄弟の三男一女の家庭に育った。父はこう証言している。ラジャブ・アリは幼い頃から活発で馬やロバに乗りあちこちで問題を起こす勇敢な子だったと。父を驚かせたこんな逸話がある。幼い彼が長い棒にたくさんの釘を打ち込んでいた。何をしているのかと聞くと彼はこう答えた。夜に狼が家に来たら追い払うための道具だと。武道は誰かに勧められて始めたわけではない。本人は語っている。子供の頃から毎朝走りサンドバッグを叩いていた。世界レベルの武道家になりたくて自分の意思でやってきたのだと。兄弟たちは日用品でトレーニング器具やサンドバッグを自作し身体を鍛えた。武道はこの一家の生き方そのものだった。死刑ドラ F の強さの土台はレスリング、柔道、そしてブラジリアン柔術にある。彼はコンバット柔術のアジア王者。実質には2019年からのメダルがずらりと並ぶ。組み技こそが彼の原点だ。トレーニングは毎日朝2時間、夜2時間。週末は必ずキルギスの山を走る。高地トレーニングで呼吸器と持久力を鍛えるためだ。そして彼の異名、犬足。本人はこう語る。我々の祖先はワシを使って狩りをした。ワシは猛禽の王。その爪とくちばしは武器であり、速く、そして容赦がないと。憧れの選手は、あの伝説エメリア・エンコ・ヒョードル。プライドの時代からその戦いを見て育った。組み技の申し子は、やがて世界の舞台へと羽ばたいていく。2019年、死刑ドラエフは地元キルギスでプロデビューを果たす。バティルバシュをはじめとする現地の大会で彼は無敗街道を突き進む。三角締め、膝十字、ヒールフック、リアネイキッドチョーク。相手を選ばずあらゆる関節技と締め技で一本を量産していった。デビューからの試合、そのほとんどを1ラウンド2ラウンドの一本勝ち。柔術の申し子の面目躍如だった。2020年8月には地元キルギスの大会でフェザー級王座を獲得。国内の頂点に立った彼の目はすでに海の外を見ていた。まず彼が乗り込んだのは格闘技大国ロシアだ。ここで注目したいのが彼の階級だ。この海外挑戦の時期、シードラ F は今より1階級軽いバンタム級で戦っていた。後の雷神でのフェザー級よりも軽い体で世界の強豪に挑んでいたのだ。参戦したのは強豪の登竜門 ACA ヤングイーグルス。ここでも彼は3試合全てを打撃と締めでフィニッシュしてみせた。中でも特筆すべきが
2022年のアスワド・アフマトフ戦。実はこの試合こそ19戦を通じて彼が唯一ダウンを喫した一戦だった。だが死刑ドラ F は全く動じなかった。フラッシュダウンからすぐさま立て直すとアナコンダチョークで一本勝ち。ただ一度のピンチすら彼は瞬時にねじ伏せてみせたのだ。2023年6月、舞台は韓国ロード FC64 で地元の実力者ヤンジヨンと対戦する。試合が始まるとシエドラ F はここでも圧倒的だった。的確な打撃で相手を追い込み一気に決めへと向かう。 턱으로 막고는 있는데 그리고 완벽하게 잡혔거든요. 끝까지 당기고 있는 시드라이퍼입니다. 양지용을 조르고 있습니다. 버티고 있는 양지용. 목적 들어갔어요. 탭을 칩니다. 1ラウンドリアネイキッドチョークで一本勝ち。アウェーの韓国でも彼の強さは揺るがなかった。そして同じ年の10月、中東 UAE ウォリアーズでこれもリアネイキッドチョークで相手を仕留める。キルギス、ロシア、韓国、UAE 世界を渡り歩いて積み上げた戦績は実に12戦12勝、すべてフィニッシュ。この完璧な無敗記録についに日本のライジンが目をつけた。2024年6月、ライジン47シエドラ F は鳴り物入りで日本のリングに初登場する。デビュー戦の相手は武田浩二。ライジンライト級のトーナメントで準優勝するなど日本の最前線で戦ってきたトップクラスの実力者だ。しかも武田はより重いライト級でも戦う体格の持ち主。少し前までバンタム級で戦っていたシケイドラ F にとって体格で上回る相手だった。だが試合が始まるとその差は問題にならなかった。シードラ F は開始から的確に打撃を当てテイクダウンを奪い日本のトップクラスを圧倒していく。1ラウンドリアネイキッドチョーク。武田を一本で沈め日本のファンにその名を刻みつけた衝撃のデビューだった。続く2戦目、2024年9月のライジン48。相手はフアン・アーチュレッタ。アメリカの強豪で元ベラトールのバンタム級世界王者だ。世界王座を経験した実力者だがこの男の前でもシエドラ F は危なげなかった。開始からプレッシャーをかけテイクダウンからじわじわと相手を追い詰めていく。じゃないですか。はい、十字首を刈れるか、首が刈れないか、首刈れなかったな。さあ下からどんどん仕掛けてます。さあすごい決まりました。決まりました。1ラウンド腕ひしぎ十字固め。世界王者経験者すらも彼は一本で仕留めてみせた。2024年の大晦日ライジン49。3戦目の相手は久保優太。久保優太は K1 の3階級を制した元三冠王者。キックボクシングの世界で頂点を決めた屈指の打撃の名手だ。その鋭く重いキックとパンチは K1 の舞台で数々の強豪をなぎ倒してきた。純粋なグラップラーであるシケイドラ F がこの打撃のスペシャリストにどう挑むのか。誰もが打撃戦を警戒した。だが蓋を開けてみれば打ち合いでも上回ったのはシエドラ F だった。得意のテイクダウンも交え打撃の名手を的確に捉えていく。2ラウンド TKO。 打撃自慢の相手を前にシケイドラ F は打ち合いでも上回ってみせた。ライジン参戦からわずか3連勝。全て一本か TKO のフィニッシュ。彼はあっという間に王座挑戦の資格を手にする。そして立ちはだかるのが王者クレベル小池だった。2025年5月ライジン男祭り。相手は柔術の鬼と呼ばれるフェザー級王者クレベル小池。クレベルはあの朝倉未来を三角締めで一本にした男。さらに
鈴木千尋にも判定で競り勝った日本フェザー級最強の王者だ。誰もが死刑ドラ F 最大の試練だと考えた。だがわずか1分2秒、右のフックがクレベルを打ち抜いた。柔術王者がキャリアで初めてノックアウト負けを喫した瞬間だった。第7代ライジンフェザー級王者ラジャブ・アリシケイ・ドラエフ誕生。彼は宣言する。このベルトをキルギスに持ち帰ると。無敗のまま彼はついに日本の頂点に立った。王座を取った男の快進撃は防衛戦でさらに加速する。2025年9月、名古屋でのライジン51。初防衛戦の相手はロシアのベテランビクター・コレスニック。ちょっともう平本選手圧力与えてますかね。まあでもコレスニックまた秒殺の予感、瞬殺の予感。早くも背中を向けたシェイドライフ、左入れている。開始わずか33秒で TKO。瞬きする間に試合は終わっていた。そして2025年の大晦日、2度目の防衛戦の相手は日本で最も有名な MMA ファイターの一人、朝倉未来。プライドが終わり、日本の格闘技が冬の時代と言われ人気が低迷していた頃、鋭い先見の明からいち早く YouTube に目をつけて活動し、今や400万人を超える登録者を集め、格闘技人気に再び火をつけた立役者。それが朝倉未来だ。経営者としても数多くの事業を手掛ける実業家であり、UFC のコナー・マクレガーを彷彿とさせる圧倒的なカリスマ性を持つ男だ。彼が出場する大会はドームが満員になる。まさに日本格闘技界最大のスターだ。しかも死刑ドラ F 戦は朝倉にとって3度目のライジンタイトルマッチ。悲願のベルトへ日本中が注目した。そしてこの試合でシェイ・ドラ F の規格外のパワーが改めて証明される。腰が重くテイクダウンを許さないことで知られる朝倉。その朝倉を死刑ドラ F は何度も軽々と持ち上げてはマットへ叩きつけたのだ。1ラウンド2分54秒 TKO。 投げ技で翻弄しパウンドで圧倒。日本中が見守った一戦を彼は一方的に制してみせた。さらに2026年4月、福岡。3度目の防衛戦はかつて破った打撃巧者久保優太との再戦だった。動きが止まると危ない。前回の朝倉未来戦の再現なのか。でもね、手が今抜けまして、ここ残り1分です。いやしかしここももらう。そうですね、伸ばされ、そしてチョークも狙っている。鉄つ入れながらパンチを入れながらちょっと動けないか。一辺とレフリーが止めた。またもや次元が違う。無敵のシードライフ神話は1ラウンド終盤パウンドで粉砕。2度目の対戦も危なげなく2度桁。ライジン無敗のまま彼は王座を守り続けている。朝倉未来を倒したあたりから彼の去就が大きな話題になっていく。次は UFC へ行くのではないかと本人も公言した。ライジンとの契約は残り2試合。それが終われば UFC へ。階級はおそらくフェザー級で世界に挑みたいと。そんな中動いたのはライジンだった。2026年7月、ライジンの榊原 CEO が PFL とマッキー側へ統一戦をオファー。統一王者の座を熱望するマッキーもこれに応じ、9月10日の2団体王座統一戦が実現することになる。ここで死刑ドラ F のファイトスタイルを徹底解剖しよう。彼の根幹はレスリングと柔術で磨き上げたグラップリングだ。テイクダウンから一気に決めに移行する速さと精度はまさにアジア王者級。19勝のうち12がこの一本勝ちだ。だが恐ろしいのは
打撃も一級品だという点だ。クレベル戦の右フック一発によるノックアウトが示す通り、彼は立っていても相手を眠らせることができる。7つのノックアウトがその二面性を物語る。最大の特徴は19戦全てをフィニッシュし、判定が一度もないこと。彼は常に相手を仕留めきる。1ラウンド、長くても2ラウンドで試合を終わらせる異常なまでの決定力だ。強いて弱点を探すなら、判定にもつれ込む長期戦の経験が皆無なこと。5ラウンドを戦い抜いた経験がない点は未知数と言える。そしてその未知数こそが9月10日のマッキー戦最大の焦点になる。リングを降りたしケイドラ F は意外なほど穏やかで内気な青年だ。好きな女性のタイプを聞かれると、容姿よりも性格、知的な女性が好きだとは憎む。日本のファンからは可愛いと大人気だ。趣味は自然の中で過ごすこと。馬を一頭買い、毎週日曜には乗馬を楽しむ。食事は羊肉や馬肉を使った郷土料理ベシュバルマク。酒は一切飲まない。そして王者になったら結婚すると語っていた彼は、その言葉通り2026年2月に結婚を果たした。本人は言う。僕の仕事は戦士であることだ。武道に人生を捧げると。そして2026年9月10日、京セラドーム大阪。スーパーライジン5。地形ドラ F の持つライジンフェザー級王座と空位の PFL 世界王座。2本のベルトをかけた史上初のダブルタイトルマッチが実現する。相手は PFL が誇る最強の男。元ベラトール王者 AJ マッキー。こちらも長いキャリアで一度も一本負けのないずば抜けたグラップリング能力を持つ強豪だ。榊原 CEO はこの試合を世界中の MMA の歴史を塗り替えるビッグバンだと表現した。全19戦フィニッシュの絶対王者はこの大舞台でも相手を仕留めきるのか、それとも一度も倒されたことのない男が無敗の記録に終止符を打つのか。キルギスの山でワシと走った少年はあらゆる関節技と締めを操る無敗の怪物となり、日本の頂点に立った。全試合フィニッシュ、判定0、無敗。キルギスの犬鷲、ラジャブ・アリシケイ・ドラ F。9月10日、彼の無敗神話は続くのか。歴史が動く瞬間を見逃さないでほしい。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。勝敗予想もぜひコメントで教えてほしい。格闘ニュースラボでした。最後までご視聴ありがとうございました。